皆さん、へいらっしゃい。アイドル教室の藤凛乃です。はい、藤凛乃21歳になりました。イエーイ。はい、ということで今日は私のお誕生日企画ということで、インスタの質問箱でファンの皆さんからいただいたメッセージ全部に答えていきたいと思います。もうテンポよくね、パみたいな感じで答えていくんですけれども、いろんなね質問が来てたのでぜひお楽しみにということで、今日はこの前回の動画で作ったオムライスとスープとこのケーキを食べながら質問に答えていきたいと思います。はい。わほら綺麗、天才21歳。わーす21歳だ。じゃあオムライスいただきます。ごい。はーい。美味しい？めっちゃ美味しい。大成功ですね、これは。すご美味しいオムライス。ファンの方って食べてる姿見るの好きですよね。い。好きだよね。どう？めっちゃ温まる。美味しい。鼻水垂れる。あーよし、答えていきましょう。じゃあいきますね。りんのちゃんの超おすすめコスメはおすすめメイクが知りたいです。りんのちゃんの顔面になりたい。超おすすめコスメ、今使ってるアイシャドウパレットがすっごいおすすめなんですけど、このクレオパトラっていうアイシャドウパレットを買ったんですけど、クレオパトラ。これにしてからめちゃくちゃアイメイクの幅が広がって、もうほぼ色使ってるみたいな、へー、ぐらいめっちゃ使えてすごいおすすめです。これは。りんの姫はアリス姫とのキスは嬉しいですか？嬉しい。マノ姫とのキスも見たいな。じゃあしますね。いつか。りんちゃんの今の遠い夢と近い夢が知りたいです。遠い夢は素敵な花嫁さんになることで幸せの家庭を築くことで、近い夢はもし次あるとしたらアイドル教室のセンター決め投票で1位になることです。お姫様の毎朝のルーティンか毎日必ずすることがあれば教えてください。毎朝のルーティンはあったかいココアを飲むことです。毎朝飲んでます。ルーティンは何だろうな。なんだろう。わかんない。毎日幸せ？毎日幸せ。へみんなのおかげ。一番の夢ってありますか？毎日ポジティブに、もうほんと美味しいものだけを食べて生きることが一番の夢ですかね。素晴らしいね。もう僕のこと好きですか？誰かわかんないですけど好きです。誰かわかんないけど多分嫌いじゃないと思う。香港は生放送を見ることができますか？でも結構 YouTube とかでも香港から見てますって方とかもいらっしゃるから多分見れますよね。見れると思う。はい、ぜひお願いします。化粧水や乳液使ってる20代はどう思いますか？めっちゃいいと思う。でもこの年から使わないと多分やばいと思います。好きなサンリオキャラっていますか？います。キキララです。メンバーで彼氏にするなら誰ですか？僕はまのちゃん一択です。まのちゃんなんだ。彼氏だったらあすみんかな。いつ結婚してくれますか？その時が来たら。りんのさん顔綺麗だしスタイルいいし優しいし、なんでそんなに完璧なんですか？そんなことないんだよ。なんでかわかんないんですけど、でもみんなに見られる仕事だから、ちゃんと綺麗にしたいっていうのは常に日頃から思ってますね。I don't know Japanese but I went to see you play Pocky game again、Love you りんのちゃん。おー、なるほど。ポッキーゲームが好きな方ですね、絶対に。そうだね。やったー、嬉しい。これからもぜひ見てください。でもこうやってインスタで質問箱で送ってくださるってことは、普通に SNS もチェックしてくれてるってことだから嬉しい。ありがとうございます。今までやった中でお気に入りの髪色は何ですか？また挑戦したい色は何ですか？お気に入りは多分2年ぐらい前にやった表面がすごい暗いグレーみたいな感じでインナーカラーが青とピンクっていう、はい、
なんかキキララカラーって言ってやってたんですけど、それがすごいお気に入りで、多分もうやんないかなって感じなんですけど、やってみたいのは、あともうやったことない色が緑かオレンジとかなんで、やりたいけどでもなかなか勇気出ないですよね、そういう色は、でもやってみたいです。いず学生の時の成績はどのくらいでしたか？芸の中ぐらいです。お、如月みゆらさんからです。アイドルラバーのそのお顔ならすごく充実してたであろうなんですけど、どんな学生生活を送られてましたか？中学校は普通におとなしいザ・陰キャみたいな感じだったんですけど、高校はもう睡眠時間を取るために行ってたんで、もう授業中もお休み時間もずっと寝てるみたいな感じ。全然もうそんなウェイ系でもないし、パリピでもないし、陽キャでもないです。はい。アイドルになってなかったら何になりたかった？それこそヘアメイクさんとかですかね、やっぱり。後輩ちゃんとポッキーゲームするなら誰としたいですか？みんな全員とやってみた。ちょっとやるもんな全員並んでもらってずっとこうやってやりに行く。やるかそれ企画しますポッキーゲームでメンバーとキスしてるけど、誰の唇が一番好き？かっこおすすめですか？アリスさんですね。ちゃんいいですね。めっちゃいい。アリニャンとのポッキーゲームの中はやっぱり興奮する？見てるこっちも興奮するんだけど。すごいポッキーゲームの質問。ポッキーゲームはい、そうですね。興奮してるからあんなに白熱したチューをしているんだと思いますよ。興奮したそうですよね私のこと好き？好き。どこのチョコが一番好きなの？リンツのチョコが好きです。一番。香水は何使ってますか？こうやってライブするときはディオールのなんかピンクいこれぐらいのくるくるするタイプの香水を使ってます。おすすめのダイエット法教えて。とにかく揚げ物とかお菓子を控えるっていうぐらいしかちょっとできないんですよ。食べ過ぎないとかですかねアイドルやってて今までで一番のハプニングや焦ったことは？確かすごい外寒い、この冬の野外ライブの時にもう踊りながら鼻水パーンってプシャーンってなって、それをファンの人も見ていた人がいるっていうのがすごいめっちゃ恥ずかしかったです。恥ずかしい。はい、恥ずかしいと思って鼻水出ちゃったって恥ずかしかった正直お豆の愛のオタクどう思う？私は嬉しいです。すごい。私も言わないけど自分の中でみんなへの愛はすごい重いと思ってるので、全然思う方が嬉しいです。ファンの人の好きなところはどこ？その人それぞれあるんですけど、好きなところは、全体的に言えるのはあったかいですね、愛が。私のファンの方はみんなそうだなって特に思うんですけど、すごいなんか私がちょっとヘマっていうかなんかバカみたいなことしててもすごい微笑みですごい温かい微笑みで見守ってくれるのがなんか保護者みたいだなって思います。YouTuber で誰見てる？最近アイドル教室しか見てない。ほぼそうですね。全然最近は見てないです。黒歴史教えて。黒歴史ありますか？今思うのは愛嬌ジュニア時代は結構自分は黒歴史だったんじゃないかなやみついとかしちゃうし、じゃあ今だったらちょっと絶対しないんですけど、そういうのはある意味黒歴史なのかなってからのこの変化なんで、確かにね、その時を知ってるファンの方とかからすると本当に変わったよね、あの時はあんなんだったのにねみたいなあの時も好きだったけどみたいなよく言われるので、それが黒歴史かもしれないです。メンバーとしょっちゅうチューしてるの見る限り絶対チューするの好きだしうまいよねチューするのは好きですよ。ここで鍛えられてますよ、うまさは今まで生きてきた中で一番精神的に辛かったことを教えてください。全曲達成する、アイドル教室入ってから全曲達成するまでの1年間がすごい辛くって、その時ちょうど高校1年生から2年生に なったところでバイトも始めてみたいな、もうだから本当に休みが何もないみたいな状態で、でも頑張んなきゃいけない、毎週 2,3 曲とか覚えなきゃいけないっていう時は本当に辛かったです。すごいな。何歳くらいで結婚したい？20代のうちにって感じです。はい。服どこ
で買ってますか？ちょっと前まではジュエティとかですごい買ってたんですけど、最近はなんかそういう偏りもなく見たお店で可愛いのがあったら買うんで、いろんなバラバラですね。はい。最近のメイク方法。最近はこんな感じです。メイク方法どうなんだ、これ何メイクっていうのかわかんないですけど、とにかく目を大きく見せたいメイク。りんのちゃんの可愛いの秘訣は？可愛いの秘訣？まあそれは自分の顔でも嫌なところはたくさんありますけど、それでもなんとなくポジティブに捉えて生きてみるそうするとなんか自然にね、良くなっていくのかもしれないって思います。ズバリ次に染めたい髪色は何ですか？次に染めたい髪色は多分来年になったら一回金髪ボブにしたいなって思います。やったことないんですよ。すごいボブの時は結構暗い髪色ばっかだったんで、それをやりたいなって思います。面から紫になって紫の私物は増えましたか？中でもお気に入りのものを教えてください。めっちゃ増えました。お気に入りはものじゃないんですけど、その配信用の背景を紫色の布を貼って紫にしたことが一番お気に入りです。なんか紫みたいな。りんの的ナンバーワンなおすすめのカラコンはありますか？でも今使っているカラコンがアイクローゼットっていうカラコンなんですけど、それの今は違う色なんですけど、さつまいもっていう色を使ってた時があって、なんかそれはすごいほんのり紫みたいな感じなんですけど、なんかすごいナチュラルで、それが一番お気に入りです。高3の受験生ですが、富士山を見るためについ YouTube を開いてしまいます。どうしたらいいですか？YouTube 見ながら頑張るしかないでも見てほしいんで、やっぱり見てくれるのはすごい嬉しいです。ありがとう。好きな服のブランドありますか？最近買うのが多いなって思うのはヘザーですかね。付き合うなら年上、同い年、年下、どれですか？自分より精神年齢が上の方だったら年下でも同い年でも年上でもいいです。なるほど。はい。どんな男性がタイプですか？すごい愛を伝えてくれる人がタイプです。はい。髪綺麗すぎます。ヘアケア教えてください。ヘアケアっていうか、まずお風呂に入る前にタングルティーザーっていうのがすごいブラシ、すごい毛が柔らかいブラシがあるんですけど、それでちゃんと溶いてからお風呂に入るのがすごい大事。こういう髪型とかしてると固めるじゃないですか、そういうのも全部溶かして、私結構髪が柔らかいので、なんかそういう使う時のブラシもなんかソフトタイプみたいな感じのブラシを使ってで全部サラサラにしてからお風呂入って、髪の毛はこすらずにポンポンって拭いて、スキンケアも秒でやって、髪の毛乾かす前に洗い流さないトリートメントつけて、その乾かす時も柔らかいブラシを使ってこうやって溶かしな永遠に溶かしながら私は乾かすんですけど、で溶かしながら乾かして、なんかある程度乾いたら冷風にしてまたやる。めっちゃ努力してた。乾いたらヘアオイルつけて、ブラシで溶かして、みたいな感じです。すごい、めっちゃ頑張ってる。いや本当にこんなに派手髪してるともう水分量がなさすぎて、なんでもうそういう保湿みたいな感じはめっちゃ気をつけてます。りんちゃん綺麗で美人になりましたね。ありがとうございます。質問じゃない、嬉しいでも現場行かずただ SNS 眺めてるだけなんですけど、ストーリーとかいっぱいコメントしていいですか？ぜひお願いします。正直アリスちゃんとキスしてどうですか？本当にビジネス羨ましすぎる。ビジネスなんて言えばいいんですよね。いやでもしたくてしてます多分お互いに間違いない、したいからしてます。趣味は何ですか？インスタのリールを見ることです。嫌いな食べ物は？本当に食べれないのはスイカ。今の目標は？アイドル教室のことで言うと、それこそ YouTube とかを通してもっといろんな人に知ってもらいたいみたいな、楽曲を広めたいですね。元気の源ってありますか？それはもう応援してくれるみんなですよ。私は絶対的にそう。今一番食べたいものは？今一番食べたいもの？チョコ。すごい美味しいチョコ。すんごい食べたことないような美味しいチョコ食べたい。いいね、すごい高いやつとか。子供は好きですか？好きです。可愛い、小さくて綺麗です。恋してますか？恋？秘密。また恋してるめっちゃ来てる秘密。なんでそんな恋そんな気になるの？してないよ、してないよ。綺麗になったからじゃない？ア
イドルしててこれが一番大変だなって思うことは？大変だなみたいなの思ってやってないですけど、うんやっぱ常に自分以外のこともたくさん考えなきゃいけないじゃないですか、そのファンの人も常に私のことを考えて行動してくれたりするので、そういうことを考えながらやるのは多分普通に生きてたらこんな自分以外のことをたくさん考えて生きることってないなって思って、大変っていうかそういうのは普通の人と違うんだなって思います、すごい。りんちゃんはいだけです。りんちゃんです一日だけ他のメンバーと入れ替わるとしたら誰と入れ替わって何をする？まなちゃんになってうんすごい可愛く生きたい。かわいいじゃん、りんちゃんも。ジャンルが違うんでもうなんか確か人となんかジャンルが違うじゃないですか。まあね、顔も違うしね、はいアイドル以外でやりたいことありますか？コスメとかカラコンのイメージモデルをやりたいです。気をつけていることはありますか？なんか人が嫌な気持ちになることを言わない。そんな気をつけてるそんな思ってないですけど、まずそういうことを言っちゃう人がすごい嫌なんで、なんか自分は絶対そうなりたくないなって思います。休みは何してますか？寝てます。尊敬している人は？本当にでも周りにいるそれこそ梅村さんとかはすごい尊敬してますし、父のことも尊敬してます。ソロ曲はどんな感じがいいですか？1月の30日にお披露目するんですけど、どんな感じがいいですかって言っても1曲目をいただいたんで2曲目もあるので、その時はバイバイバイって感じがいいです。楽しみに。自分が思う自分の長所はどこですか？目の横幅が広い。フェチはありますか？なんかここのラインが綺麗な人はすごい惹かれます。ここがなんかしっかりしてる人。しっかりしてる人。愛してる。ありがとここに戻りたいって過去はありますか？う。いやないです。今が楽しい一番って思うんで。他の21歳メンバーをどう見てる？ライバル、尊敬、敵視とか。まあそれぞれみんないいところがもう全然タイプの違う子たちなんで、それぞれ尊敬する場面もあるし、まあ一応一人のアイドルとして、まあ、ライバルっていうかそんな敵視してるわけじゃないですけど、まあでもみんな好きです。はい。りんちゃんの歌声好きなんだけど、どうしたらそんないい声出せるの？地声レッスン？まあレッスンはそうですね、ボイトレの力もすごいあると思うし、まあ、やっぱ自分が歌った歌を聴いてこうしたいって思って、まあ、毎週ライブがあるから、そう毎週のライブでどんどん変化をつけれるじゃないですか、歌い方とか、まあ、そういうのでだんだん成長していくみたいな、やっぱライブを積み重ねていくことが大事かなって思います。これはメンバーに言ってない秘密はありますか？ありますよ。言えないですよ皆さんに。今好きな人はいますか？みんな。21歳の抱負は21歳の抱負はまず綺麗な女性になること。女性みたいになりたい。あとはなんだろうもうちょっと先輩らしくなることと、でも私本当先輩なんか指導するような人間じゃないんで、まあ、アイドルとしてもっと成長していきたいなって、いろんな面ですけど、だからその来年の1年後また11月とかになんかみんなに成長したねって、結構20歳から21歳のこの1年でめっちゃ成長したねって言われることがすごい多くって、その外見的な面も内面的な面も、それをなんか毎年どんどん更新し続けれる人になりたいなって思います。質問は以上です。やったー、たくさんありがとうございます。多分皆さんも私のいろんなことを知れたんじゃないかなと思います。よし、じゃあ火つけよう、この長い紫。でも紫のろうそくが良かったから。はい、食べましょう皆さんも。じゃんじゃじゃん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 。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear りんの。イエーイ。Happy birthday to you。 おめでとう。イエーイ。よし、いただきます。じゃあいただきます。
めっちゃ美味しいじゃんこれすごい美味しい、残りもね全部後でゆっくり食べたいと思います。はい。いや本当に皆さんいつもありがとうございます。もうこんなに大きくなりまして21歳になりまして、いつの間にかこれからも応援してほしいなっていう気持ちでいっぱいです。はい、ということで21歳の藤里乃も変わらず応援していてください。私ももっともっと頑張っていきたいと思います。ということでこの動画がいいと思った方はコメントと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画も楽しみにしていてください。以上、藤里乃でした。お会いしさん、バイバーイ。